はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JAL の上級ステータスの JGC プレミア維持のために旭川から広島まで旅行した動画になります。皆さん、飛行機お好きですか？旭川空港からは羽田便しかありませんので、土日で新千歳空港から広島空港まで飛行機に乗ってまいりました。動画の時間が長くなってしまいましたので、2回に分けて紹介したいと思います。よろしければ最後までご視聴いただければ幸いです。今回の出発地であります旭川駅前です。歩行者天国である買い物公園やイオンなど、駅前はすごく綺麗に整備されています。駅めちゃめちゃ立派ですよね。新幹線が止まってもおかしくない駅だと思いませんか？それでは駅の中に入っていきます。右側にはイオンの入り口、左側には改札口があります。ちょっとお腹が空いていましたので、駅にある立ち食いそば屋さんで朝ごはんを食べました。こちらのお店は日本一のそば生産地である幌加内のそばを使ったお店です。隣には駅弁も売っていました。かき揚げなどのトッピングがありました。私は山菜そば税込み500円をいただきました。朝寒かったので温まりましたね。改札口から右手にありますお店には旭川銘菓くら生などのお土産などが売っています。このお店には以前紹介した洋食とカフェ純平が発祥で、旭川のソウルフードになっています洋風おにぎり純徳が売っていますので、電車の中でぜひ食べてみてください。これから改札口に入っていきます。旭川駅10時ちょうど発の札幌行きの特急ライラックに乗りました。エスカレーターの右との壁には駅舎建設で2000円の寄付をされた1万人の名前が刻まれております。私も寄付したかったですね。このエスカレーターを上がっていくとホームですね。奥にセブンイレブンのマークが見えると思いますが、セブンイレブンの自販機があるんですよ。飲み物や食べ物が買えます。これから電車に乗り込みたいと思います。旭川駅を出発しました。ちょっと見にくいんですが、奥の右側にはもう今シーズンの営業は終わっておりますが、サンタプレゼントパークというスキー場が見えます。私は3月までナイターを滑っておりました。旭川から次の停車駅の深川まではトンネルが多いので、携帯の電波が入らないんですよね。電波が入らないと携帯いじれないから辛いです。長いトンネル抜けると、私が初めて YouTube 動画をアップしました旭川のスキー場カムイスキーリンクスが見えてきます。この時期の風景は天気も悪かったのもありましたが、あまりおすすめできないですね。やっぱり夏か冬の景色が綺麗だと思います。うんちくを言っている間に深川に到着しました。駅はこんな感じですね。この駅から留萌線に乗り換えることができます。廃線の危機などで乗って応援してほしいです。松尾ジンギスカンの聖地滝川や豪雪で有名な岩見沢を通過していくと札幌はもうすぐです。さすがに札幌駅に近づいてくると高層ビルが見えてきます。この特急はだいたいいつも3分ぐらい遅れて到着してますね。札幌駅での乗り換えは少し余裕があった方が良いと思います。旭川駅から約1時間半かかってやっと札幌駅に到着しました。通路を通って札幌駅のホームに降りました。違うホームから札幌駅を11時35分発の新千歳空港行きの快速エアポートに乗り換えます。時間的には余裕で乗り込めました。
コロナ前だとなかなか座れなかったのですが、バッチリ窓際席に座ることができました。ホームにある立ち食いそばを見ながら札幌駅を出発しました。札幌を出て15分ほどで巨大クレーンが見えてきます。現在日本ハムの新球場を建設しています。2023年に開業するみたいです。楽しみですね。千歳の中心が見えてくればあと10分弱で新千歳空港ですね。やっと新千歳空港に到着しました。旭川を出て約2時間半近くかかりました。さすがに疲れますね。エスカレーターを登ってその後新千歳空港駅の改札を出ました。改札を出ますと2階の出発口に行けますが、左のエスカレーターは全日空などです。今回は JAL ですので右のエスカレーターに行きます。こちらはセンタープラザですが、土曜日でしたがこんな感じでそこまで混んでいる印象はなかったです。少し早く空港に着きましたのでお昼を食べようとうろうろしました。やっぱりラーメンかなと思い北海道ラーメン道場を覗いてみました。右のエビそば一元は少し並んでいました。それ以外のお店はそこまで混んでなかったです。私は結局豚丼を食べることにしました。こちらのお店は帯広近郊の清水町にある人気店ドライブイン伊東の支店になります。メニューもたくさんありましたが、夜お好み焼きを食べようと思っていましたので、とろり温泉卵豚丼税込み1100円を注文しました。特製のタレと豚肉、温泉卵が絶妙にマッチして美味しかったです。ただメニューの写真よりも茶碗が小さかったのでご飯が少し少なかったです。 JAL のカウンターですがちょっと空いていましたね。少し歩いていくと JAL グローバルクラブ専用のチェックインカウンターと保安検査場の入り口がありました。 JGC カウンターの奥には JAL ファーストクラス用の入り口がありました。こちらを使えるのがファーストクラス利用者並びに JMB ダイヤモンド、 JGC プレミア、ワンワールド、エメラルド会員になります。保安検査を通過しますとラウンジの受付をします。今回は右手になりますダイヤモンドプレミアラウンジに行きました。ラウンジについては今後別の動画で作成しようかなというふうに考えています。お邪魔した日は利用されている方ちょっと少なかったですね。こちらで飲み物や軽食を取ってきました。豚丼を食べた後でしたが2種類のおにぎりと桜餅、コカ・コーラゼロをいただいちゃいました。朝からの移動で少し疲れていましたが少しラウンジでゆっくりすることができました。ラウンジを出たらすぐに搭乗口でした。この写真のように椅子は結構空いていました。新千歳空港14時50分発広島空港行き JAL3406 便搭乗開始します。左に見える機体がこれから乗る飛行機です。ワクワクしますね。当日プラス J 席の空席がありましたのでアップグレードしました。隣の席もいなかったので搭乗率 50% ぐらいっていう感じでした。これから広島空港へ向けて離陸します。この日は雨が降っていました。窓ガラスに水滴がついてしまっていましたので見にくいのが残念でした。この加速時に感じる G 最高ですね。
この辺りから雲に隠れて何も見えなくなりました。新千歳空港から広島空港まではこの表記ですと756マイルになっていますが、正式には749マイルでフライト時間は約2時間です。今回のフライトでの獲得フライオンポイントは先得のクラス J で購入しておりますので、1274フライオンポイントを獲得できました。機内では機内誌であるスカイワードや JAL ショップの雑誌を見たり、機内 Wi-Fi が使えますのでインターネットをしたりして過ごしました。 CA さんがドリンクを運んできましたのでメニューを見せていただきました。 JAL オリジナルドリンクであるスカイタイムの9位が少し前になくなり、その代わりにぶどうと桃が選択できるようになりました。せっかくでしたので桃とぶどうをいただきました。桃の甘さとぶどうのすっきりした後味で美味しかったです。新千歳から約1時間で能登半島付近を通過しました。ずっと厚い雲で視界が見えませんでしたが、広島空港が近づいてくると視界が見えてきました。道路が見えていると思いますが、この道路は山陽自動車道です。もうすぐ広島空港に着陸です。無事に着陸できました。横を見れば広島空港の全景が見えました。CA さんに見送られながら飛行機を後にしました。荷物を預けてましたのでこちらで受け取りました。受け取って外に出ました。かなり久々に広島空港に来ました。私が乗ろうと思っていた17時20分発の広島バスセンター駅まで5分しかなかったんですよね。これに乗り遅れたら18時15分までありませんでしたが、運転手さんからスイカが使用できてバスでチャージができるっていう話を聞いて、チケットを買わずにバス乗り場へ急ぎました。出発しそうだったので写真を撮る暇がなかったです。なんとか乗ることができました。ほっとしましたね。乗客は6名くらいでした。最前列が空いていたのに後ろの席に座ってしまいました。バスの動画撮りには助手席側の一番前をゲットするのがマストだったことを忘れてしまいました。ですので高速の標識などがあまり撮れなかったのは残念でしたね。バスに乗って数分経つと左手に長い橋のようなものがありました。なんだろうと思ってヤフーで検索してみました。広島空港が霧が多いのでそのための進入灯だそうです。その後空港関係者が多く住んでいる東広島市の中心西条インターを通過していきました。西条インターから広島東インターまでは約25キロ、広島バスセンターまでは約35キロくらいです。こちらの太田川を渡ると奥に街並みが見えてきました。広島インターで高速を降りました。マンションや住宅を横に見ながら国道54号線を走っていきます。普通の停車駅でありますアストラムラインの中筋駅で停車しました。ここで3名くらい降りていきました。辺りから広島城が見えてきました。思ったよりすごく立派でした。
高層ビルのリガロイヤルホテルが見えてくると、バスセンターはすぐそこです。バスセンターが見えてきました。バスたくさんありました。ただ降りている方はちょっと少ないかなと思いました。やっと到着しました。旭川駅を10時発の特急で、こちらには18時20分くらいに到着しました。めちゃめちゃ遠かったですね。ようこそ広島と書いてあるところのエスカレーターを降りると外に出れました。そこから神谷町シャンテという地下街を通って本日宿泊するホテルに向かいました。この地下街でどこを曲がればよいのか迷ってしまいました。地下街にインフォメーションデスクがありましたので、ホテルに行くための出口を丁寧に教えていただきました。教えていただいた通りに進んでいくと迷わずに出口に出ることができました。地下街から外に出て少し歩くと右手に国際通りが見えてきました。こちらを曲がっていくと宿泊先である広島国際ホテルが見えてきました。この辺りは買い物や食事するなら最高のロケーションだと思いました。無事にホテルに到着してチェックインを済まして部屋に来ました。部屋は数年前に改装していたので普通に綺麗でした。費は1泊5000円でしたが問題はなかったです。無事にホテルに着いて荷物も置けたのでお好み焼きを食べようと街に出ました。お好み焼き屋さんは東急ハンズの近くでしたので Google マップを使ってブラブラ歩いてきました。お店に向かう途中、広島の交通手段で一番メジャーな路面電車を見ることができました。夕食でお邪魔したのは鉄板屋べんべい八丁堀店です。店内はこんな感じでカウンター席と多分2階にも席があったと思いました。私はカウンター席に通されました。まず広島名物のメニューを見ました。お好み焼きは絶対食べようと思っていましたが、せっかくでしたので牡蠣のバター炒め税込み946円を注文しました。牡蠣を食べる前にお通しが来たのですが、ミニお好み焼きでした。このお店の特徴なんでしょうかね。広島といったらおたふくソース、それをつけて食べました。美味しかったです。牡蠣を焼いてるところを撮るのをちょっと忘れちゃったんですけれども、こんな感じで手際よく焼いておりました。牡蠣のバター炒めはタレと牡蠣自体の旨味がマッチして本当に美味しかったです。何個も食べれそうな感じでした。牡蠣を食べた後、お好み焼きを食べたいなと思ってメニューを見ていました。今回はお店の名前にもなっていますべんべい焼き税込み1001円を注文しました。お好み焼きは作るのに結構時間かかるんですよね。作っている一部分を動画で撮影しました。つまらなかったら飛ばしてください。作っているのを見ていると早く食べたくなりますね。結構ボリュームありました。ネギたっぷりで本当に美味しかったです。お好み焼きを食べた後、広島の飲み屋街の流川の入り口にあるクリーンビールの看板を見に行きました。流川通りを少し歩いてみましたが、あまり人いなかったですね。流川の人通りを確認して、広島の買い物ストリート本通りを歩きながらホテルに帰りました。途中何人か占い師がいましたね。悩み抱えてらっしゃる方多いんだなと思いました。私も悩みやすい性格なので一度占ってほしいなと思いながらホテルで爆睡しました。今回初めて旅行ネタを作成してみましたが、動画が長くなってしまい土曜日分を前編として作成しました。日曜日分は後日作成してアップしたいと思いますので、そちらの動画もご視聴いただければ嬉しいです。
今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。